レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、一人のキャンプは最高ですね。山のこの空気で自然の音を聞きながらテントサウナに入り、川で水風呂で締め、そしてインフィニティチェアであれ何あれ、揺れた？違うか。いやー、気持ちいい。あれ、クマとかじゃない。9998。あれ9999。おー、一番。おー、疲れた。兄ちゃんじゃん。何してんのこんな山奥で。うわー、お前鍛えてんだ。お前これ山は天然のジムだからな。お前お前も鍛えてんのか。いや違うよ。やるか。俺はサウナだよ。いい感じの枝があんだよな、あそこに。ジムでやればいい。いやもうすごい前キャンプだよ。お前三頭筋パンパンだよ今。それ山でやんなくていいんだよ。山でなんでもういいよ。山だ。いやもういるんならじゃあ掛け声やろうよ。じゃあまた母音か。母音だよ。お前姉ちゃんどこ行ったんだよお前。姉ちゃんもう帰ってこないよ。帰ってこれんかお前。じゃあまた今日も母音だけ教えるから耳を澄ませてはい聞けよ。はい。今日の掛け声はこれだ。おいあうおあうあんいんあいあんあおあ長くない？おいあうおあうあんいんあいあんあおあ。わかったか。これでお前番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。もういいや、わかんない。マサラカ。マサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。マサラカ。スパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。長すぎ。いやスタッフの絶対当てさせねえよっていう気合を感じますね。長すぎ。これいいよかったんだけどな。いい感じだったよ。正解聞きたい、もう2月終わるじゃん。みんな一日一日頑張ろうな。いやもうさそれいる？毎日とかにしてさすだってさ、一区切り目で一区切り目でもう長いんだからさ。俺そこで一回終わったと思ってたの。そしたらさ続いてからさ初めてかな2行です。でも分かんない。面白かったなこれも。ということで、お便りいただいてますね。ラジオネーム椎名さん。はい、ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。私はガチャやくじが好きでちょこちょこ買います。最近買ったもので一番のお気に入りは、パールがコラボしたドラムセットのガチャです。出してたね。ダブっても要塞のごとくドラムセットを組んで健太さんのアクスタを立てて飾れます。なるほどね。お二人はガチャガチャや一番くじなどのくじ、ランダム系の何が出てくるかわからないものって買われますか？僕は買わないな。パールでやってんだね、それ。楽器ガチャみたいなのが出たんだよね。ギターとかも確かあったはず。あ、そうなんだ。でそういうのでドラムもパールが出てて、それをちょっとやってみたいなと思った。ガチャガチャ系ね。やる？やんない。俺もやんないな。でも一回なんだっけあれ、パズルみたいなのをさ合わせてさ消してつくパズドラそう、パズドラにその爆発的に人気だった時、10年前ぐらいの多分、にユージとやってて、パズドラってガチャがあるわけで、キャラが出てくるあるじゃん。あれを課金を1ヶ月にいくらまでだったらいいっていうのを2人で決めて、で要はイベントがある時の
一番いいガチャはいはい。それの12連ガチャかなんかのうん何連ガチャのその分だけは課金していいって決めて2人でそのイベントの時に一緒に引くっていうのやつさ、俺あれ買ったわ。そういえば配給のさ、びっくりマンチョコ。びっくりマンチョコじゃってあれ買えなかったんだよね。卵型のチョコ。探しに行ったら全部売り切れてた。そうあれをね俺10個ぐらい買った。買えたんだすごいね。そういいな全然買えなかったあれ。結構探した俺。俺はねあれクロウくんが欲しかったんだけど、はいはいはいやっぱり出なかった。出なかった。誰がそういやなんかいっぱい翔陽は出なかった。ケンマとか、あとケンマ結構大当たりじゃん。そういやでもケンマなんかすぐ出た。いや出てない人もいるのよこれでやってね。あそうなんだそういうのがあるんだね。あるある。なるほど。いいですね。じゃあその出た時の喜びがまたそれで一段と増すっていう。増すっていうね。ということで、番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください、はい、番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカお送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。おあいよあいあんええろ。ナイスびっくりしたびっくりしたびっくりした。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あんたの話でしょうなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた話を教えてください。ということで今週も友達から聞いた恥ずかしい話届いております。最初の何だったの？今行こうとしてるけど。母音だよ。おあいおあいあんおあいよあいあんええお。そうか分かんないね意外となんかそうやって言われると。そう分かんないでしょ。行きましょう。ラジオネームあやじんさん。はいありがとうございます。よすけくんけんたさんこんばんは。いつも楽しくラジオ聞いてます。これは友達の話なんですが、友達はとあるスーパーでアルバイトをしていました、ある日社員が不在で責任者代行を彼女が任されました、アルバイトなので店の電話を取ることもあまりなく鳴るたびにドキドキしていたそうです、そんな矢先に一本の電話が。相手は大変ご立腹のようで電話に出たのは誰だと怒鳴っていたそうです、どうやら出てはいけない電話に誰かが出たらしく他部署の主任からでした、外線だったのでお客様からだと思い込んだ彼女はとっさに上司という言葉が出てこず、偉い者がいませんので分かりませんと言ったそうですその主任にはぁと言われ電話を切られたそうです。電話を置いて偉い者って彼女は一人で大爆笑していました、言葉が出てこないってよくありますよね。これは恥ずかしいね。偉い者？だからそのお客様からの電話だと思って、上司がおりませんのでちょっと分かりかねますって言わなきゃいけないところを偉い者がいないのでって言っちゃったよね。分かりませんってしかも言ってるからね、お客様だと思ってたのに。なるほどね。そういうことか。そうだから言葉遣いがお客様だと思って接していた言葉遣いがそもそも間違ってるしそもそも、上司からの電話だったものに、わけわからない言葉で話をしていたっていうのですごい怒られそうになったっていう話だよね多分ね。でもこれ分かんないよね。急にさ電話かかってきてでその丁寧語とさ、敬語を持って、対応しなさいって言われてもさ、スーパーだとあれなのか。じゃあそういうチェーン的なあれだからそう多分大元がいたりするわけだ。大元の営業とかさマネージャーとかいるんだろうね、それは難しいね。難しい。いやでも面白いこれ。なんだろう恥ずかしいの矛先がこういうのもあるのかっていう、確かにちょっと新しい発見だったわ。面白かった。確かにこれ恥ずかしいわいやお友達もね多分これを機にきっとちゃんと言葉遣い勉強しようってなったと思うし、電話での言葉遣いはまた変わるからね。そう変わるから難しいからね。難しい、いやこれ面白い一通でしたねはっていやなるよね。お前何言ってんのみたいななると思う。いいですね。面白かったです。もう一件いきますね。はいもう一件いってみましょうか。ラジオネーム二郎さん。はいありがとうございます。ケンさん、ヨスケさんこんばんは。友達が多分20歳ぐらいの時の話です、何かを借りようとして4つ年下の弟の机を漁っていました。なかなか見つからず最後の一番大きな引き出しを開けるとそこには何冊ものエッチな本が入っていました。
友達は何を思ったのかその中の一冊を机の上に出し、弟が気づいた時のリアクションを想像してニヤニヤしながらそのまま部屋を出て行ったのです。最悪だなこれ。その後特に弟からは何もリアクションがなかったのですが、今考えるとひどいことしたなと反省しているそうです。犯人が自分だったのにまだ明かしてないのですが、もう20数年前なので時効ですよねってことで。まあ時効は時効だけど、めっちゃ時効だよね。本当にひどいこれは。確かに弟かわいそう。昔ってそう思うとさ、エッチだよね。エッチじゃないよ。いや違う違う、さこういうさ、今みたいにさ、携帯一つとかじゃないじゃん。いやじゃあこういうこれあれよ本とか、そういうこと物がねカセットちゃんとビデオテープとか DVD とかあったわけじゃん。現物があったわけじゃん。それをさいかにどう隠して、いかにいつ見るかみたいな。でもさそれってそれがパソコンの中とかスマホの中に変わっただけじゃん。いや変わったから、もう完全にさもう自分の好きなタイミングとかでさ見れることができる。分かんないよ。だって今さスマホ置いてっちゃってさ、これ今開いてる状態でしょ、開いてる状態でさ置いてっちゃうじゃん、でさ俺がまあ陽介の兄貴だとしてさ、陽介のスマホあんじゃねえかよ、携帯っつってこれパッてやってさ、これパーって開いてさそのエッチな画面開いた状態でさ、リビングのさテーブルにさトンって置いとくのと一緒よ。だから要はそういうここいやでもほらあーってなるよがさ、なんていう不効力はそこまでしないとないじゃない。わかる、そのロック解除して。いやそのぐらい昔は絶対見つかんねえって思ってたからね、隠してる方は。あ本当。そうだよ。どうせベッドの下にあるんだろう、ないかっつったらベッドの要は裏側に貼ってあるとかいろいろ試行錯誤してたんだみんな。でもさそうやってさ、隠してあるからこそ見た時の、そのエロ度が違うわけじゃん。違う、それはある。今はさ、もう簡単だから、なんていうだから今見つけやすいよ、みんなスマホの中 DMM とか開けばいいわけでしょ。アプリ俺サファリ開いたら多分ね、出てくるほらもうね、履歴とかほらじゃないのよそうだから簡単になりすぎてそう簡単になりすぎてエロが少ないよね。エロが薄まってる。薄まってる、それはわかる。濃くないんだよね。そう濃くない。だからすごい水で溶かしたさなんかスープみたいな。そうわかる。そうまあそうなってる。ってなんないの。濃厚じゃないんだよね。そうただ栄養を取ってるだけみたいな。だから昔そういうのを思うと昔に生きてみたかったなってちょっと思って。そういう感覚。だからさデートする時でもさ、じゃあ俺がさロックかけといてあげるよ。その辺のさアクセス制限さ健太が OK しないとね。いやね、そういうのはね、いろんなことして回避するの。別の Wi-Fi つないでみたりとかして。何の話だ。ということで、皆さんが友達から聞いた話を、まだまだぜひぜひお待ちしております。ということで、今日はそんな二郎さんに向けてこちらを選曲しました。山崎正義さんで One More Time One More Chance。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は山崎正義で One More Time One More Chance でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週も届いております、ラジオネームゆまさん。ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。早速お悩み相談なのですが、職場にパワハラしてくるやつ人がいて困ってます、その人は気分で機嫌が悪くなったり、口調や態度で人に当たってきたり、物にも当たってきたりするのでどうしたらいいのかわからなくて自分の思った通りにことが運ばないと強い口調で周りに当たっているので職場全体に被害が出ています。陽介さんと健太さんなら、どう対処しますか、考えを聞かせてください。朗希。まあそうだろうね。朗希に言いますね。まあそれがいいだろうね。一番動画撮っとくとか、だからさ今さこういうのでもさなんだろう拡散しちゃう文化になってきたじゃん、だからさこういう人ってさどんどんいなくなっていくと思うんだよね。いやまあでも今の段階でっていうことだからね。まあでもさ正直言うとさ、取っちゃう人のさ、心理って、俺正直よく分かんない。いや俺も分かんないよ。でもなんか自衛のためにその取ってたもの、その要はこの後裁判になる、その証拠として残しておかなきゃっていう自衛としてはすごいいいことだと思うんだけど、そういうことを取るっていうのは、それを拡散するっていう理由は俺は分かんなくて、あんまりその要は X に載せるとかさ、だから第三者に問い詰めてほしいんじゃない。そうだからそういうことをしだすと、そう今それで言うとそのなんていうの今ホワイト社会ってなっ
ってる、流れがね、だからなんていうの1ミリもなんだろう穴を見せられないっていうか、自分がやってることを全部ホワイトにしないと生きていけないみたいなその社会になってってるみたいな、まだからどんどんさそうやってさ、何生きづらくなってるわけじゃん。そうなんかどんどん人間がロボットのようになってるというかさ、そうだ凹凸がなくなってってるよねそうやっぱり。だから、その落としやすい人は落としてみたいな、そうだからなんかさでもみんなさプライベートには関心ないじゃんその人の。ないよね。そうだからどんどんなんかこう人を見るっていうよりもその側、やってたこととか本当にこの人は何を思ってこれを言ってるのかっていうところまで汲み取れなくなってるじゃんどんどん。そうなんか怒ってることをちょっとだけ切り取るとめちゃくちゃ嫌なやつに見えるけど、ただ前後くっつけるとそれは怒るよねっていうことがさ、読み取れなくなってるっていうか、なんでこう怒ってるのかっていう、あったよね寿司屋の。そうなんか一緒じゃんやってるねいろいろ。だからそういうのも含めて考えると、もし本当にパワハラをしてくる上司なのであればもう朗希だね、それしかない。やっぱ自分らで何とかしようとするともうなんていうの逆効果だし、ね、そう被害者が加害者になる場合もあるし、被害がより大きくなる可能性もあるから第三者委員会でいいんじゃない、本当もう会社にお願いするのが一番いいと思うわこれは。じゃないと会社の損害になっちゃう、ね、そう全体に出てるっていうんだったらそれはもう会社に行った方がいいと思う。なんかあったよねドラマ。なんかあったっけ。原田泰造さんが父親役で出てるドラマがあって、それに似たような状況があって、でそれをどう対処していくかみたいな。へえ、そんなあるんだ。じゃあそれを参考に、そのドラマを参考に。いや俺それすごい面白くて見てたの。へえ。おっさんのパンツがなんだっていいじゃないかっていう。へえ、そうなんだ。めちゃくちゃ昭和のだったんだけど、徐々にそういう今のあれのまあそういうさジェンダーの話とか、なんかそういうのをまあ徐々にこう噛み砕いて、まあ家族の仲を良くしていくみたいなドラマがあって、まあ面白かったんだけど、まあなんかちょっと偏ってるなっていうところはあったんだけど、まあそれになんかこういう描写があったから、ちょっと内容まで思い出せないけど、なんかね結局は良くなるみたいな。なんか結局そういう人もそのポジションにいるのは、そういうその仕事ができる何かができる功績があるから、まあ今の立場になっててみたいな。だからそのパワハラを受けてる側も、まあちょっとだけもう2ミリぐらい、2ミリぐらい理解してあげるみたいな、っていうのがだから両者だよね。だからリスペクトがね。そう両者リスペクトしちゃうといいみたいな。なんかそういうのがあったらむずいよねこれもさ。だからそういう職場内もうね朗希だ。やっぱ朗希だ。まあ本当にもう暴力とか出るんだったらダメだと思う。さすがに。そうだね。さすがに無理だと。それは難しいなこれはな。本当にいろんな角度から見ると正義って変わるからね。まあただこれはゆまさんの会社の全体に出てるんだったら一回ね、そのさらに上の上司とかに相談してね。さらに上の人に言うしかないよね。そうだね。それしかないと思う。さらに上の人が、もうこいつだったら朗希、そうだね。一旦ね、一旦何でもかんでもそう社会的に制裁するのがいいっていうもんじゃないから。もうね一回のミスでね人生台無しにされちゃ困るよみんな。ミスなんかあるんだから。一旦はその会社内でまずはトラブルをどう対処していくかっていう、結局なんか何でもかんでもさ、日本人って特にさすぐにやっぱこう正しい答えを求めちゃうじゃん。そうだね。正解を求めちゃうじゃん。でも結局正解っていろんなパターンがあるから、なんかその正解のパターンを増やしていくっていうのがまずはいいと思う。そうだね。だから上司の上司、さらに上にね相談してみるぐらいかな。いいと思います。それで、難しい話でした。難しい話、ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのまさらか。お送りしているのはスパイアで Beautiful Days です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです、ということで
いやいろいろみんな思ってることあるかもしれないけど、うん、いやでもなんか俺一個見つけたわ。正解はいっぱいある。もう我らの新曲でも言ってるじゃないですか、世界のね正解は正解だらけ、だから正解は一個じゃないんだよっていうことをね、感じながらね。だからそう考えるとあの言葉って深いね。いろんな立場から見た時に正解っていっぱいあるんだよっていう。いっぱいあるんだよ、だからさっき話したパワハラ上司もパワハラ上司なりの正解がある。正解があるんだろうね、きっと。でもみんなの、だから向こうの正解がこっちの不正解っていう状況じゃなくて、隣に正解もあるよねみたいな状況をがだからもうこれはもう教育の根本の問題だよね。だからグレーゾーンをもっと大きくした方がいいよね。白か黒かじゃないんだよ人間関係はっていうね。そう人間だから、結局何でもかんでも、だからさだって思うじゃん、国語とかでさ、この時筆者はどう思いました、お前筆者じゃねえだろ、分かるわけねえじゃんそれなのに答えがあんだぜね、むずい。だからそういうところでなんかすごくこう正解ばっかりを求めちゃう気がしてる、だから意外と正解じゃないところ、正解じゃないと思ってるところに正解があったりもするかも。まあ数学とかだけだからね、科学とかね、正解があるのって基本的には数字の世界だけですね。その方程式とかね、そういうのしかないから難しい話でした。難しい話でした、お知らせものです、はい。現在ドラマ問題物件主題歌のバディが各種音楽配信サービスにて配信中です、この曲を引っ提げて今年5月から7都市での全国ツアースパイアツアー2025バディの開催が決定しております、福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。